さあもう夏休みこそお子さんたちは部活動で大忙しってことかもしれませんけれどもね、そういった中で男子新体操の世界を皆さんご存知でしょうか。楽曲に合わせて5人1組で体操演技をする団体戦なんですけども、先週その全国大会が行われまして、北海道から日本一を目指した高校生たちに密着しました。回る、跳ねる、美しきシンクロ。恵庭南高校男子新体操部、かつて全国選抜も制したことのある北海道屈指の強豪校です。4月に行われた春の全国選抜大会では4位入賞、表彰台まであと一歩。彼らの目標はインターハイの優勝はやっぱ大事な目標の一つですね。私の目標はインターハイで1位取ることです。1位取るためにケナ入ったんで、やっぱ最後の最後までやっぱやりきりたいなっていう。逆境に苦しみながらも日本一を目指したひと夏の戦いに迫りました。彼らに出会ったのは雪のまだ残る3月。練習を覗いてみるといろんな発見が。とにかくみんな体が柔らかい。おやばいね。硬いっす。すごいね。頑張ってる。まあいつも通りか。無茶しないでくださいね。腰壊れちゃうよ。ほぼ家族みたいなもんですね。特に3年生7人が大の仲良し。小学生から顔見知りなんだそうです。家族だとしたらこの体育館がリビングといったところでしょうか。練習が始まればこの緊張感。5人1組で行う団体演技は技の難度や芸術点、正確性などを競う採点競技です。フロアに立つメンバーも外のメンバーも一体となって戦います。恵庭南高校 OB でもある山本監督、日本一を目指しチームを鍛え上げてきました。緊張であったりだとか絶対すると思うんですけども、その緊張をいかにコントロールするのか、彼らにいつも伝えてるのはどれだけ準備をしてきたかっていったところは言ってるので、演技の美しさももちろん大切ですが、高得点を狙うためには大技も成功させなければなりません。例えば向かい合って回転する立体交差。ぶつかるよ、ぶつかる。これ分かりますか？同じライン上で交差。ここスレスレです。ちょっとでも間違ったら技術と信頼が恵庭南の持ち味。でも一歩間違えば大怪我をしてしまうスポーツ。体にかかる負担は尋常ではありません。みんなどっか多分我慢しながらやったりとかしてると思います。主将の上原亮太さん。僕はなんかその演技終わった後の拍手とかをやっぱ聞くと、今まで練習してきて良かったなって思う瞬間があって、だから体操を続けてるっていうのもありますね。まとめるのがうまいですね。本音をしっかり言い合えるのがいいのかな。結構何でも話せるっていうのがやっぱ一緒にいて楽しいとかもありますね。愛されてますね。みんなからは亮太と呼ばれています。せっかくなので自宅にお邪魔しちゃいました。やっぱ緊張するのは家にいるから家にいながらね、ごめんなさい緊張するよね。ね。今日はお母さんお手製のカレー。やります。はい、どうぞ。今日市議会だったでしょ。会話のほとんどが体操の話。18点中盤ぐらいって言われて、18点中盤か。これからだね。まだ詰めれると思うから。そうだね。カレーのお味は
まあうまいですまあうまいっす。うまいあーって言ったら怒られますよ。いつもこんな感じ。いやでも最後美味しかったって必ず手合わせて、どんなご飯でもごちそうさま美味しかったって言ってくれるんで、なんか落ち着きのない子で、なんか授業中立ち上がっちゃったりとか、なんかそういう子で、もうすごい悩んでました。でもなんかその先生は亮太は本当に友達大事にする子だから、お母さんそこは心配しなくてもいいって、なんか人を大事にするっていうのはまあ見てて変わらないかなとは、恥ずかしいね、思ってたけど。食べました。はい美味しかった。はい、いつもこんな感じです。美味しかったって、ちゃんと自分で片付けて。本人曰く秋っぽい性格でも体操だけは12年飽きずに続けてこられました。仲間に会いに行ってる感じもある。いや絶対ありますね。それはやっぱなんかみんなの顔を見ない方が変なんで、もう嬉しそうに見せてくれたのはこれはもう入学式って感じのもう集合みたいな。大切な仲間と体操人生の集大成を最高の形で締めくくりたい、そう思っていました。6月下旬、全道大会の個人種目に出場していた亮太さん。着地に失敗してしまいます。骨挫傷って言われて、間に合わないかなみたいな、インターハイには。3年間の目標はいとも簡単に終わりを迎えました。なんて言えばいいのか分かんないですけど、出たかったなっていうのがまずあって、怪我した日が車に乗った途端もう大泣きしたんですよ、初めて。親の前で絶対大きくなってからですけど泣いたことなくって、もう大泣きして終わったって、もう繰り返し終わったしか言わなくって、であとは、先生に申し訳ない、あとみんなに申し訳ないって、なんかこう印象的だったのが、なんか目覚めたら足治ってないかなとか前は言ってたの聞いたのが一番なんかこうきつかったですね。キャプテンは絶対、怪我しない人だったんで、結構想定外だったんで、ちょっと多分みんなって思ってから戸惑ってから時間かかったかなって感じです。ショックもありましたし、結構ダメージも大きかったです。僕はサポートに回ってそういうふうに支えていきたいっていったところを本人からも言ってたので、そこはすごい気持ちが強い選手だなと思いました。そういったところにも救われたところもあるので、私自身も。切り替えれはしなかったんですけど、じゃあどうやったら今の自分が悔いの残んない形になるのかなって考えたら、残ってるメンバーにインターハイでいい演技をしてもらった時、僕が一番続けててよかったのかなって思えるかなって思って、ここさ力入って詰まっちゃってるからもっと楽にやってほしい。はい、思い描いた形ではなかったけれど、今の自分にできる精一杯を。ミキとやりたくない。なります。動きたくて仕方ないです。最初どんな顔してみんなに会えばいいか本当に分かんなかったんで、して会ったら普段通り話してくれたんで、助かりましたね。気持ちもちょっと本当に楽になったしって感じ。亮太さんの熱量に後押しされながら、2年生メンバーも必死に食らいつきます。
一滴残らず仲間に捧げ託す。チームに再び勢いが生まれます。35度を超える真夏の神戸、全国大会の本番です。全国から選ばれた強豪24チームがたった1回きりの演技に高校生活すべてをかけます。恵庭南高校の本番はこの次。亮太さんは演技の楽曲を流す曲出しを志願しました。そして男子11番11組、北海道恵庭南高等学校。すべてはこの日のために。恵庭南高校男子新体操部が挑む全国大会本番です。北海道恵庭南高等学校。しかしここで一人こらえきれず倒立でミスが。続いて難度の高い立体交差。しっかり決めました。私たちには素晴らしい演技にしか見えませんでしたが、ミスが目立ち、悔しさにじむ一本になってしまったようです。結果は10位。日本一を目指した3年生たちの夏は終わりました。本気で続けてきたからこそこみ上げる思い。悔しいの一言です。頑張ってたんですけど、やっぱ届かなかった。やれることをやったのかなとは思いますけど、出し切れなかったのが悔しいです。みんな仲良かったんで、チーム力もあって
楽しかったです。同期の6人がいて僕のことを支えてくれてて、そこはもう6人には感謝しかないです。感謝しきれない。眩しい。散々泣いた後、3年生が話していたのは次にみんなで会う約束。遊ぶみたいな話はあったけどね。予定が合わないけど。でもなんか、15以外は休みよ。俺ね、16か。じゃあ2体集合でいいんじゃね？2体に集合でいいんじゃね？多少だけ。待って2体で何やんの？いやでも空いてないよ。いや1本通すだろ。最後の。じゃあありがとうね。また。ありがとうございました。何かにくじけた時、立ち上がる方法は人それぞれ。今はただ家族のような仲間と過ごした日々をかみしめて。いや悔しくて泣いてしまうってのはもうそれだけ本気になっていたからだっていうことですよね。はい、ここまでの汗と涙を流して一つのことに没頭するっていうのはみんながみんなできることができる体験ではないと思いますから、結果悔しかったかもしれませんけどすごく貴重な財産にもなったと思いますよね。あとはね、本当はご自身がね出場したかった亮太さんがそれが叶わなかった時に、仲間人のためにどれだけ真剣に本気になれるかって、これはもう我々にね最後に問われてくるようなことなのかなと思ったら、この若者の青春から大切なことを教えてもらいました。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。